眉カッターのハサミを口の開いてるところからゼラチンだけをカットしていきます。結構厚みがあるのでゼラチンだけサクサクとカットしていくことができます。こんにちは、白星夏美です。普段はコスプレイヤーや、タレント活動をしております。今回はですね、ハロウィンの時期に合わせてゾンビメイクのメイク講座をやらせていただきたいなと思います。ではどうぞ。今回使用しているカラコンはですね、クオリテさんのグレーのカラコンを使用しております。目の色素をちょっと薄くというか死んだ目みたいなをちょっと意識して、三白眼の白いカラコンがないっていう人は、グレーの方がよりちょっとゾンビっぽいかなとは思います。こちらベースに使いました白い肌になる用のファンデーションです。グリースペイント三吉さんから出てるファンデーションになります。白いファンデーションなんですけど、スポンジに取ってトントントンと広げていきます。あんまりそんなに厚くならなくても結構軽くで白くなっていくので使ってみてください。でですね、こちらなんと800円です。このハロウィンの日のためにお高いファンデーションだったり化粧品を買うぐらいだったら、もう一発で白い肌になるこの三吉さんのこちら800円のファンデーションがおすすめです。次にこちらのキズメイクで使ったゼラチンになります。私が使ったのは森永のクックゼラチンになります。で、中に1包ずつこうやって入ってるんですけど、使うのはこの1包でいいと思います。それでも余るぐらいなんですけど、こちらを使っていきます。で、ゼラチンをですね、お湯で溶かしてメイクブラシ、いらないメイクブラシでいいんですけど、もしいらないメイクブラシがなかったら100均とかで売ってるもののブラシ使ってください。で、こちらを80度ぐらいのお湯に入れると溶けるんですけど、それだと熱いのでちょっと冷ましてから肌に塗っていきます。そしてゼラチンと一緒に貼っていくティッシュなんですけど、こちら2枚重ねになっているものは1枚に薄い感じにしてください。で、なるべく小さめというか口のこの傷に合わせて長さを調節します。で、同じような長さのものを何枚も作っていきます。これは貼っていく時は同じ場所に厚みを出すためにちょっと何個も同じところに層を重ねるみたいな感じで、ティッシュゼラチンティッシュゼラチンという形でずっともう厚みを作っていきます。厚みを作る理由は、後にここ傷をカッティングしていくので、厚みがないとちょっと傷っぽくならないというか、えぐられた感が出ないっていうんですね。で、それなのでちょっと厚みがあった方がいいです。この薄いティッシュ片方、10枚ぐらいやっていくと結構厚みが出ます。その最後にもうゼラチンだけを何回も塗っていくと、ちょっとプルプルとした皮膚感ができるので、最後に何回もゼラチンをのせていってください。でですね、目の周りとかの紫のクリームタイプのアイシャドウになります。ハンズで売ってるものになるんですけど、シネマシークレットっていうところのものです。で、こちらはですね、もうまんべんなく目の下のこの影はもうピッピッてやると結構それっぽく見えるんですけど、あとは目の周りだったり、あとは眉毛のところにも結構入れたりすると、ちょっと彫りが深いというか、もう目の周りがあざになってるよっていうのが結構目立たせられるんじゃないかなって思って、私はここら辺も塗ってます。ゾンビメイクはもうこれあれば大丈夫ですね。紫のシャドウがないとか、使う用途がそんなにないじゃないですか、紫って。なので本当にゾンビだけで使うんでしたら、もうこれ1個で十分かなと思います。で、次に陰影を濃くするのに使ったアイシャドウパレットです。紫系のお色と焦げ茶のお色を使いました。単色でものせてったりしたんですけど、あとは混ぜたりとか、茶色と紫混ぜるとよりあざっぽさができるのでおすすめです。そしたらまたパレットなんですけど、陰影を濃くするのに使いました。次にゼラチンの部分をカッティングして傷を作ったのに使ったハサミです。これも眉カットのハサミになります。眉カットのハサミを口のここの開いてるところからゼラチンだけをカットしていきます。結構厚みがあるのでゼラチンだけサクサクとカットしていくことができます。口が裂けてるのを表したいので、頬の下ぐらいまでカットしたらいいかなと思います。ゼラチンが乾いた後に使った肌の色をティッシュの色からちょっとなじませるために使ったファンデーション、アナスイのプロテクティブビューティーバーム01のお色です。ちょっとティッシュだと白っぽさが残っちゃうので、肌となじませるために肌色のファンデーション、なし下地を使いました。
そしたらまたパレットなんですけど、傷のところにちょっとなじませるようにあざとかちょっと土みたいな色をつけたのに、こちらのまたさっきと同じ紫と茶色を混ぜたりして使いました。ランダムにのせてっても後に血のりを使うので、本当にちょっと唇の下とかに紫を入れたりとか、なんかあとはもう顔周りちょっと紫茶色を入れて、後の血のりをなじませる程度でいいと思います。こちら血のりで使ったものです。舞台用ですね。三吉さんのブロードペイントの D2 というお色になります。ちょっと鮮血よりくすんだ血の色になります。こちらをまずは切り込んだ傷口に流し込みます。その後指でトントントンと血のりを広げていく感じで、あとは微調整でちょこちょこっと血のりを足していく感じです。でですね、こちらの血のりなんですけど、なんといちご味です。口に入れても大丈夫なので、ちょっと口が切れてるとかちょっと歯のところにもちょっと血をつけたいとかいう時でもこれは結構活躍します。裂けてる部分を縫った針ですね。針は普通の針ですね。糸に通して、でその糸をゼラチンのところをだけを通して交互にこう上下上下って縫ってって、最後ちょっと糸を垂らすような感じでカットします。でですね、糸なんですけど、ちょっと私が今回使用した糸はちょっと細いんですけど、もうちょっと太い糸で太い針で縫っても、ゼラチンなんで全然痛くないですし、いいと思います。太い方がそれっぽく見えると思います。それでマウスキャップをかぶって出来上がりとなります。はい、いかがでしたでしょうか。今回はハロウィンに向けたゾンビナースのメイクをさせていただきました。ポイントとしてはですね、どういう傷を作るかということですかね。今回は口が裂けてるパターンのゾンビメイクでしたけど、ゼラチンさえ使いこなせたらどんな傷も作れるようになりますので、去年はですね、私首のここを裂きました。ここにもゼラチンをつけることもできますし、腕とか足にもつけることができるので、いろいろ試してやってみてください。マスクをつけてるんですけど、こちらはですね、ここだけ裂けてるのでちょっと怖さ倍増ということで、これを取ったらすごいよみたいなのでマスクをつけてます。他のメイク動画も上がってますので、そちらもよろしくお願いします。じゃあまたね。